여러분, 안녕하세요. 재미코리아 한국어 교실입니다. 今回は漢字で学ぶ韓国語をご紹介いたします。突然ですが皆さん、韓国も昔漢字が使われてたって知ってましたか？その昔、日本と同様中国から漢字が伝わり、日本よりもはるか昔、紀元前2世紀頃から朝鮮半島では漢字が使われていたそうです。一方日本は5、6世紀、古墳時代から漢字が使われ始めたそうです。今回ご紹介する漢字は、虫です。日本特有の読み方、訓読みは、虫というのに対し、朝鮮固有の単語、固有語は、バレと言います。一方、中国の漢字に基づく日本語の音読みは、中に対し、韓国語の漢字語は、チュンと言います。中、チュンで学習していきましょう。では、虫の漢字が入った単語を考えてみましょう。虫歯、昆虫、防虫、害虫などの単語があります。虫の漢字の韓国語はチュンなので、あとは残りの漢字の韓国語がわかれば単語を完成させることができます。虫歯の歯の漢字はチなので、虫歯はチュンチとなります。では皆さん、3回続けて言ってみましょう。チュンチ、チュンチ、チュンチ。そして、昆虫の昆の漢字はゴンなので、昆虫はゴンチュンとなります。では皆さん、3回続けて言ってみましょう。ゴンチュン、ゴンチュン、ゴンチュン。そして、防虫の防の漢字はバンなので、防虫はバンチュンとなります。では皆さん、3回続けて言ってみましょう。バンチュン、バンチュン、バンチュン。そして、害虫の害の漢字はヘなので、害虫はヘチュンとなります。では皆さん、3回続けて言ってみましょう。ヘチュン、ヘチュン、ヘチュン。中級以上の方はしりとり、群馬リッキーをやってみましょう。最初、日本語の漢字でしりとりを考えます。虫歯、歯科、科学、学業、業種、種類と考えたとします。漢字が同じであれば、韓国語も同じなので、該当する韓国語を当てはめていきましょう。チュンチ、チ과과학、학업、업종、종류。このように日本人の特性を生かして
芋づる式に単語を増やしましょう。今回のレッスンはここまで。最後にいいねとチャンネル登録を。잘 부탁드립니다。チェミコリアン韓国語教室でした。